可愛いなって手に乗せたらガッとぶっつかまれてすごい痛くて最高月収はこれぐらいですすごい。こんにちは、ヘビアのひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々ボールパイソンの専門店デューレプタイルズにチャンネルワニさんが来てくださいました。ありがとうございます。どうもワニです。ヘビですワニさんのチャンネルにも出していただいて、うちの店の紹介とかこんなのがいるよとか、あとはボールパイソンの買い方みたいなのを撮らせていただいたんですけど、うちのチャンネルではワニさんにいろいろ質問をしてみようという企画でやっていきたいと思います。はい。ワニさんはその自分のご自身のチャンネルでも質問に答えるとかっていうのをされているんですけど、なんか自分ではなかなか言わないようなところを深掘りできたらなっていうのを聞いちゃえみたいなところがありますので、怒らないところまで聞いてみようかなと思います。はい。そうですね、何匹生き物が、もう引数で言ったらなんか魚とかだったらなんか1個の水槽に何十匹とか入れちゃうじゃないですか。だから引数で言ったらもうよくわかんないことになってるんですけど、種数で言ったら大体80種類ぐらいの生き物がいますね。くくりとしては生き物系 YouTuber でいいんですかね。そうですね。生き物系 YouTuber の中ではやっぱりはい。規模も量もダントツって感じなんですかね。まあなんか生き物系って言ってもその生き物を捕まえる系とかの人まで含めるとそうでもないんですけど、多分飼育系で言ったらやっぱ犬猫でちょっと俺より多い人もいるんですけども、まあほぼダントツっていうか、まあ、ほぼ一番ぐらいではありますね。はい。犬猫でそう、犬猫系の人でちょっと60万人ぐらい登録者いる人が1人いるんですけど、人数登録者の話ですね。そう引数ですか。飼ってる引数で言ったら多分見てる引数もっと多そうな人もいますね。はい。犬猫60万匹飼ってるのはその点はやばいです。そうです。飼育方法。ちょっといろいろ聞いてみたいと思うんですけど、まあ、よく聞かれるんじゃないかなと思うんですが、実際何の生き物が一番好きなんですかみたいな、何と答えてるんですか。何の生き物なんだろうな、なんか何の爬虫類一番好きですかとか言われたら、ワニって言いたいところなんですけど、前までワニが好きだったんですけど、結局飼ってみると双子が一番好きで、双子が一番最初に飼い始めた爬虫類でもあって、やっぱすごい愛嬌があるし愛着があるんで、爬虫類で言うと双子が一番好きなんですけど、生き物で言ったら何なんだろうな。でも双子かもしれないですね。驚くとボールのように丸々ボールパイソンは何位ぐらいですか。20結構低い。そして結構正直まあいろんな動画上げられて、その YouTube をされてる中で、生き物系 YouTuber ならではの大変なこととかありますか。まあやっぱ世話が一番大変ですかね。大変っていうか、まあ楽しんでやってるんですけども、やっぱ1日に世話は起きて3時間、寝る前3時間とか、1日6時間ぐらいやってるんで、本当にまあちょっとした仕事ぐらいの時間をやってると思うんで、それが一番かかるなと思いますね。長期旅行とかも、まあ、一応お手伝いの方がいるんで、任せてちょっとした沖縄とかは行ったりするんですけども、それでもなるべく家は開けたくないなっていうのはありますよね。やっぱ自分の様子、やっぱ自分で様子をしっかり確認したい、気になっちゃうんですよね。やっぱもう任せてってね、ちゃんと世話できるってのは分かってるんですけど、でもやっぱ気になってなんかそわそわしちゃうんで、あんまり家開けらんないなっていうのはありますね。じゃあなんか入れてもらったら、ちゃちゃ入れてもらったら最高月収はこれぐらいです。このボールパイソンのモンスーンと同じぐらいですかね。好きで。すごい。この答え方で大丈夫ですね。本当はもっとあるんだろうと思いますけど始めてからこれで食っていけるなとかやっていけるなっていうふうに思ったきっかけって何かあるんですか。いや正直その2年半ぐらい前までサラリーマンやってたんですけども、それを辞めたのが YouTube で食っていけるなと思ってから辞めたわけでもなくて、まあ、その頃にまあギリギリ一人で暮らすんだったら食っていけるなぐらいの収入は来てたんですけど、それよりも元々の会社がもうすんごいブラックで、ちょっともうきっつい辞めたいなとなって辞めた部分が多いんで、その後ね、まあ、本業辞めて YouTube で専念したらこう右肩上がりでいけたんですけど、これでいけるなと思って辞めたわけじゃないんですよね。
れは本当登録者6万人ぐらいでしたね、辞めた時は。それおぐらいで、まあ、ギリギリ1人で暮らす分には暮らせるかなぐらいの収入になってました。でワニさん、まあ、うちはそのボールパイソン専門店でやっているので、もう本当にボールパイソン以外一匹もいないんですよ。ネズミネズミと人間ぐらいでそうもうマジョリティはボールパイソンなんですけど、こうワニさんの考えるボールパイソン感というか、こういう魅力があるよねとか、そういうのをもしこうちょっと聞けたら嬉しいなと。ボールパイソンでも勝って楽しいなと思うのは本当にこうやって触れ合えるのが一番俺楽しいなと思ってて、やっぱりすごいその品種改良されてね、人に飼いならされてるヘビなんで、こうやって触っても嫌がらない子がすごく多いじゃないですか。本当になんかもうヘビを飼ってるっていうよりはもう愛玩用のペットを飼ってるなっていう感覚が強い生き物だなと思ってて、そのコンスネークとかもすごい慣れてるけど結構もうちょろちょろ動くじゃないですか。ボールはこうやって本当にまとわりついてくれてゆっくり動いてくれるんで、こうやって触れ合えるのが楽しいなと思います。なるほど。質問あります。はい、お願いします。ワニさんが、僕の動画いつも見させてもらって、いろんな生き物、ワニガメだったりとか、いろいろ飼われてると思うんですけど、今まで飼育してる中で、一番危険を感じた危険を感じた時だったりとか、例えば怪我をしたとか、その時に一番こう印象に残ってるものとかってあるんですか？実はワニとかワニガメとかかなり危ない生き物も飼ってはいるんですけど、もうやっぱそういう危ない生き物ってものすごい細心の注意を払って扱うんで、そちらに噛まれたこととかないんですよね。ワニがあるわワニがあるんですけど、ちゃんと体袋もしてたんで、そんなちょっと血が出たぐらいで済んだんで、そんな大怪我が今のところないんですよ。一番なんかまあ危険を感じたっていうか痛かったのは、ヤシガニのこんなちっちゃい赤ちゃんいるんですけど、可愛いなって手に乗せたらガシッとぶっつかまれて、こんなちっちゃい赤ちゃんだからそんな痛くねえでと思ったらものすごい痛くて、ヤシガニもずっと離さなくても、水の中で沈めたりしてもずっと離さなくても半泣きになりながらずっと耐えてたのが一番痛かった。ワニより痛かったですね。ヤシガニはこんなんでも油断ならないです。じゃあ沖縄にいるこんなんがいたらもうやばいですよ、多分本当に骨折しますよ絶対。よく言われるんですよ。なんかいろんな本当にテレビ局の人とかから「あっちよりいっぱい飼ってんだけどなんか危ない目ないんですか?」みたいな、ないんですよね。結構うちがYouTube で大事にしていることは、初めてボールパイソンを飼う方とか、始めたばっかりの方とか、そういう方にも楽しんでいただいて、飼ってみようかなって思っていただくっていうのを少しこう期待してやってるところもあるんですけど、生き物を初めて飼う人、これから生き物を飼ってみたいなって思う人に何かその生き物を飼う良さとか、こういうことは最初から覚悟しておいた方がいい、命を扱う以上覚悟を持っておいた方がいいよみたいなのがもしあれば。生き物とか飼う時にあんまりなんか想定しない人がすごく多いんですけど、その生き物がね普段ご飯食べてすくすく育ってくれるだけじゃなくて、やっぱ途中でね調子崩して病気になっちゃったりだとか、体の一部おかしくなっちゃったりだとかすることもあるので、そういう風になってもちゃんとこう愛して動物病院に連れてってちゃんとケアをして飼い続けられるなっていうぐらいの熱意が持てるような生き物を飼ってほしいなって思います。なんとなくなんかちょっとなんか気になったから飼っちゃうとかじゃなくて、本当になんかその長くね、爬虫類も寿命長いですからね、愛を持ってお世話できる生き物を飼ってほしいなと思います。なるほど、思います。あとあれですね、ボールパイソンとかだと、なんか、初めて飼うからノーマルから飼いますとかいうのもあるじゃないですか、よく。俺それよりもなんか初めてだけどちゃんとこうやっていろんなモルフを見て、もう自分が一番気に入る色のやつをね、ちょっと高くても買ってほしい、最初だから安いの買うとかじゃなくて、自分が本当に気に入った子を買ってほしいなと思います。これは言わせたわけではないんですけど、ただ僕も本当にそういうところは思って、最初に買うときに散々周りにノーマルにしとけって言われたんで、完全に無視してハイボール買ったんです。おいいっすね。結構な値段はしたんですけど、でもそれも本当に正解だったと思いますね。それは別に必ずものすごい高くなきゃいけないというわけじゃなくて、それが別に安くても全然問題ないと思うので、気に入った子を頑張ってお迎えするっていうのがすごくいいかなと思います。
生き物なんでね、後からもっと気に入った子が出たから前の子はしてるとかできないですからね。逆に僕に質問とかないですか？なんでこのボールパイソンのお店やろうと思ったんですか？ボールパイソンのお店はなんでやろうと思ったか、なんかあれよあれよというのに増えていったって感じなんですけど結構早い段階でもう増えるなと思ったので、僕のタイプの場合は、繁殖とか考えるのはもちろん楽しかったんですけど、タイプ的に欲しいものは揃えたくなっちゃうタイプなので、これだけハマったボールパイソンだったら今後すごい増えるなっていうのが一つあったのと、あとはですね、僕パイボールっていう種類がすごく好きで、最初に買ったのはパイボールなんですけど、その後でドリームシクルっていうパイボールがあるのを知って、でもそれ日本でどこにも売ってなかったんです。いくらでもいいから買おうと思ったんですけど、どこを探しても売ってなくて、当時海外では買えるっていうのが分かって、輸入できるようになったら買えるんだなと思って、でも輸入ってやっぱ1匹2匹じゃできないので、どうせ増えるし海外からも仕入れたいし、そしたら振り切るかみたいな、そんな感じですね。なるほど。もちろん事業として考えた時に飲食を始めるとか、今からアパレルを始めるとか、そういうことによりも見通しが立ったっていうのはあると思うんですけど、これぐらい投資したら、大体食べてはいけるだろうなみたいなとか、こうで市場がどうでとかっていう計算はもちろんしたんですけど、最終的にはどうせ増えるし振り切ってやりたいと思ってやった感じですかね。完全に趣味の延長とかね。そうですね。だからよく言われるのは楽しそうに仕事するよねっていうのは言われて、仕事してるのがもう趣味みたいな感じなので楽しいですね。もう何しようかとか、これ誰に紹介しようかとか、これと何かけようかとか、ラックはどう作り直そうかとか、こうやっていろんな方と知り合う機会も段違いに増えますし、爬虫類好きな人って一般的にはそんなにメジャーな趣味じゃないので、やっぱり生き方に熱量のある人が多くて、私の周りには。でそういう方、お客様とかそういう方といろんな話をしたりとか仲良くなっていくっていうのもすごく楽しくて、もうなんか気がついたらもうギアは上がるばかりみたいな感じで楽しいです。いいですね。楽しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ最後にマリさんが選ぶ、もし初めてヘビを買うんだったらこのヘビがいいよみたいなのをちょっと教えていただいて、ボールパイソンかコーンスネークかカリフォルニアキングスネークがいいんじゃないかなと思ってます。なるほど。でも個人的にはやっぱ一番はボールパイソンですね。ありがとうございます。本当ですね。自分も最初に買い始めたヘビはボールパイソンなんですよ。ヘビ買うってなったらなんかその辺のちっちゃいヘビとかよりもある程度振り切ったちょっと大きめのヘビを飼ってほしいなと思うんですよ。その方がなんかヘビ飼ってるって感じするじゃないですか。それでこんだけ慣れてて、ひっくり飼いやすいヘビが飼えちゃうんであれば僕いいんじゃないのかなと思います。本当です。ありがとうございます。というわけで、今日はチャンネルワニさんにお越しいただいていろいろなお話をさせていただきました。ワニさんのチャンネルの中でもですね、ちょっといろんなお話をさせていただいたり、お店の様子を紹介させていただいたりしていますので、そちらもご覧いただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。当店の生体在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。